はい、皆さん、こんにちは。今回はね、出生への理解っていうことなんですけど、もっと言うと、結婚して子供や家族を持つことへの理解っていうことをお話ししていきます。で、今回話すことは、いい年して独身の人とか、反出生主義の人からしたら、ちょっと耳が痛いことも話すので、そこのところはあらかじめご了承ください。で、本題に入る前に、まず反出生主義って何ぞやってことなんですけど、ざっくり言うとね、人生の辛いことを経験させないために、人っていうかね、子供を産まないっていう思想なんですよね。生まれなければ、この世の苦しみを経験しようがないので、この世の苦しみを経験させないために、人を産まないことを推してるっていう思想が反出生主義になります。で、多くの反出生主義者は、今言ったようなことを考えてるんでしょうし、多分反出生主義に至るまでに、かなり色々と苦労してきたんだと思います。じゃなきゃ普通はこんなことを考えませんよね。で、これはこれで正しいと思います。というのは、人が生きるのは、誰だってね、どんなに金持ちだって必ず苦労があるからなんですよね。人生は誰でも順風満帆にはいかないんですよ。なので、人生が苦しいものであるというのは事実というかね、真理です。で、これは昔から言われていますし、人生が苦しいから自殺者が出るわけじゃないですか。で、生まれなければそもそも何の苦しみもないわけじゃないですか。ただ、子供が欲しいっていうかね、結婚して家族を持ちたいっていう人の気持ちも理解できる部分があるっていうことを今回は話したいです。まず、我々人間には生存本能とか種の保存があります。つまり、本能的に生きたいっていう気持ちと自分の子孫を残したいっていう気持ちがあります。あとは、若い人であれば好きな異性とセックスしたいっていう欲求、性欲もありますよね。で、こういうのは本能的なものですが、実際は家計の都合で家業を継がせたいとか、後継ぎが欲しいとかもありますよね。あとは、よく言われているのは、理解できるかどうかは別として、好きな人との子供が欲しいとか、幸せな家庭を築きたいとか、子供に自分の人生を託したいとか、自分が生きてきた証が欲しいとか、老後の世話をしてほしいとか言ってる人もいますよね。あるいはできちゃったとかね。人によって様々な事情っていうか理由があるんだと思います。あとは、世間体とかもあると思うんですよね。で、今回は主にこの世間体についてフォーカスして話したいと思います。世間体って自分の意思とは無関係にあるものなので、そういう同調圧力みたいな強制力がありますよね。で、特に全体主義の日本だと、この世間体っていうのはかなりの影響力を有していると思うんですよね。結婚して子供を持つというのが、特に日本では昔からきちんとした大人であるっていうステータスであるというか、一発の大人であるっていう一つの基準ですよね。なので、独身の人よりは世間的な信頼がもちろん高いですし、世間から安心されるのもあると思います。どこかの大手企業の正社員で30代で結婚して家族と一軒家と自家用車を持つみたいな、クレヨンしんちゃんみたいな家庭が世の中的には理想っていうか、日本は昔からそんな感じですよね。あと、反出生主義語ってて、こんなこと言うのも変ですけど、やっぱり家族がいた方が健全だと私も思います。家族がいると基本的に忙しいので、やってることがクリアというか、そういう安心感を世間に与えられますよね。仕事と子育てと家事で忙しそうにしてる大人って、大人として一発な感じ、充実しててかっこいい感じがありますし、世間体もめっちゃいいですよね。ぶっちゃけ40代とかで身寄りのない独身男性とかってちょっと怖いですよね。30代とかでもちょっと怖いですし、ぶっちゃけ自分は反出生主義を支持してはいますが、普通に結婚して家庭を持っている大人って普通にかっこいいと思いますし、憧れてる部分もあります。というのは、世間的に見たらそっちの方が健全ですし、一発に見られますし、信用されますし、印象もいいですよね。銀行とかでローンとかも組みやすいと思いますし、多分審査も通りやすいですよね。なので、いつまでも、いい年して独身でいると、世間的に変な目で見られたり、信頼が低かったり、場合によってはね、いい年して男性で独身で独り身だと、ちょっと怖がられたり、避けられたりもするんじゃないかと思うんですよね。というのは、世間一般的に、犯罪者とかも大体無職とか独身の男が多いじゃないですか。いい年した独身男性よりも、まだね、気持ち的に、独身女性の方が世間体はまだ悪くない気がするんですよね。なので、そういう世間体からの圧力で子供を作らないといけない、家族を持たないといけないっていう義務感から、結婚して家族を持つ人も日本では結構多いのではないかと私は思っています。で、私自身は子供はいませんが、この気持ちがわかります。ホリエモンとかは
世間体なんて無視してればいいとか言っていましたし、世間の目なんて一切無視して生きろっていう意見もありますが、私は世間的な信頼とか安心感がある方がいいと思っています。多分世間の多くの人はそう思ってると思います。なので、世間体から結婚して子供や家族を持つという人の気持ちがわかります。しかも、実際結婚して家族を持つっていうのは、言わなくてもわかると思うんですが、かなり大変ですごいことだと思います。というのは、お金もかかりますし、子育てだって大変でしょうし、結婚だって苦労とか我慢することも多くて大変だと思うんですよね。つまり、結婚して家族っていうかね、家庭を持つということができること自体が、経済的にもね、精神的にも大人っていうかね、すごいことだと思うんですよね。なので、家族がいた方がね、世間的なステータスっていうかね、信用にもつながりますし、精神的に大人じゃないとできないのもあるので、世間からは一発の大人であるとみなされるのではないかって思うんですよね。で、普通の大人、社会人であれば、世間体は大切ですし、世間から一発であるとみなされたいですよね。あとは、今の日本は特に少子高齢化なので、子供がいる人の方が社会的な有用性が高い気がするんですよね。これは今も昔も同じだと思うんですけど、今は少子高齢化なので余計そういう感じがするんですよね。なので、子供がいる人の方がこういう意味でも世間体がいい気がします。なので、世間体から結婚して子供や家族を持ちたいっていう人の気持ちがわかるっていうことを今回は話したかったです。もちろん、結婚して子供が欲しい理由は世間体であれなんであれ、自分っていうかね、親の都合であることに変わりはないんですけどね。世間体も、所詮は自分が世間から信用されたい、一発の大人であると認められたいっていうことですしね。で、世間体とかで子供を利用するなっていう意見もわかります。ただ、やはり我々人間は社会的な生き物なので、自分と同い年の人がどういう状態なのか、結婚して家族がいるのかや、周囲からどう見られるのかとか、世間体っていうのを無視できないと思うので、そこのところの兼ね合いも難しいですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。